そうですね、なんかよく見せようという気持ちが余裕をなくしていってるような感じがします。なんか繋がってないんですよね。はい、余裕がないから先を見れてないし、その場その場でコントロールしてる感じが強いですね。なんかでかい口叩いた割にはっていうような感じの走りですちょっと本音が出てしまいました今なんか言いました俺。何も言ってないですよね。本音がちょっと出たかもしれない。やっぱ手前でお願いします嘘です。いややっぱ言っていかんと。そうですね、なんかちょっとかっこよく見せようっていう欲張る気持ちが余裕をなくしてるように見えますね。いいですね。さっきは見てる感じで言うと、途切れる時間が多い、余裕がないとあって思った後の途切れる時間が長くなるっていう感じなんですかね。そう本当そうです。ですよね。でやっぱり余裕があると、コースさっきちょっとはみ出しましたけど、はみ出しててもちゃんとコントロールしていってるんですよね。だから動きが流れがつながってるし、この後ちゃんとコントロールできて戻ってくるんだろうなっていう感じがあるけど、やっぱり余裕がない時はでなんか車が落ち着くのを待って、なんかその場その場みたいな感じが強いような動きに見える。ちょっとピッチングがギクシャクしちゃったな。そうですね、そんなもんじゃないはずですよ。あれだけ俺の走りはもう完璧なんでって言われてたぐらいなんで、自分に自信を持てば大丈夫です。さあ、じゃあちょっと決めてもらいましょうか。今日一のまずウォームアップからですね。なんかさっきと違って自分を取り戻した感じがしますね。これですね。これがせんと自分を見失ってましたよね、さっき。そうですよ。これで、ちょっとこれで自分のこのコントロールを覚えないと、結構グリップですよね。ギリギリの。コースに行ってみようと思います。いいですか？いいですよ。どこ行ってもらってもいいです。
スは何のために走ってるんですか？コースはインフィールドばっかりすると、手の慣れが張ってしまいそうなんで、コース何のためっていうか、その直線が長かったりしたときに、直線の量を合わせれるかなっていうところ、あとずーっと乗せ続けれるかですね、タイヤを。インフィールドで何か感じたことをコースを走って確認するポイントがあると思うんですよ。その中で一番こうインフィールドをやったことでこのポイントが一番インフィールドを練習して得たことでうまく走れるようになるポイントっていうのがあるからコースを走って確認したいっていうことですよね。でそのポイントっていうのはイメージ的にはどことどことどことかっていうのはあるんですか？まずそのヤシ抜きに入るところの手前の、やっぱりこの一回こう飛ばす前に乗せるところの、そのインフィールドすると、直線でこういうように蛇行せずに右左乗せれるんで、あそこ立ち上がってきて、楽にそこに狙ったところに飛ばせる、いわゆるため取ってスーッと抜いて飛ばす、まずここですね。まずそこですね。じゃあまずそこを今度はやってみたらいいんじゃないですか。なのでそう一部屋に行くじゃないですか。で一部屋曲がってきてでヤシの木まで来ますよね。ヤシの木まで来て、でここの部分でしょ。ここですね。とここからそのヤシの木をぐるっと回ってまた向こう戻っていけばいいじゃないですか。回ってやってみていいですか？一応うちのコースはその島になってるので、そういう練習ショートカットとかができるようにっていう意味もあるんですよね。なので、一周走るとどうしても、そこが今一番強かったけど、そこって一周回ってこない、やっとそう1回でしょ。で他のところも気になるから、自分が一番インフィールド、さっきしょったインフィールドで感じたことを確認しようと思って、そこから何か使えるものがっていうことをしようと思った時に、ポイントがいっぱいありすぎるところをするよりは、一番ここで使えるんじゃないかなこの感覚はっていったポイントをショートカットでいけるようなコースを自分で探して、そこをまず重点的にやっていって、でそれを別々にやった方がいいのかなっていう気がしますね。コースを一周走るよりどうしても集中力が今インフィールドちょっと余裕ができてきたから集中力があんまりいらないっていうか、集中する部分とここはちょっと集中余裕気抜いてもいいなっていうポイント、ここができたらここ気抜いていいなっていう割り振りができてくると余裕が出てくるんですよね。で集中力もずっと集中しているよりはちょっと集中して気抜いてちょっと集中して、で抜いてる間の時間があればあるほど余裕ができるんですよね。で集中するところもぐっと集中できるので、なので一周走るとずっと集中してるから結局何を確認したかったのか何をしたかったのかが分からなくなるんで、こんな感じでちょっと例えばストレートだったらよくやってるのが、ストレート来てインフィールドまた入っていって最初にこなしてっていうのをされてたりとかで、その延長線上でインフィールドもそうなんで、そういうのを自分でポイントをしっかり感じれそうなところのポイントを絞ってそこをできるようなところを組み立てていって、そこを重点的にやっていくといい、またそこで余裕ができてきたらじゃあこの感覚を使ったらもう一回インフィールドで走ったらどうなのかな、で逆に最終コーナーからの立ち上がりストレートだったらどうなのかな、こっちだけをやってみるとかっていう風に分けた方が分かりやすいのかなっていう気がします。コース一周集中して走るの難しいですよね。結局どこもまだまだなんかそれでいいのかなっていうとこばっかりなんですよ。
そうですよね。ラインもあれでいいのかな、で実際インフィールドも見てると教科書通りをちょっと余裕がある状態でできるようになりましたみたいな感じです、だから例えばこれにもう1台車が前か後ろにいました、ラインがここが入れませんっていうラインになった時にどうするかっていうところまではまだ勉強できてないんですよね。そうですね。はい、なので余裕ができてきたら、一つの方法ですけど、今教科書通りのラインでここに行って、このラインに行ってこの流れで行ったらこの立ち上がりがっていう今ラインと荷重の回し方と車の動かし方っていうのがちょっと余裕が出てきたので、だったらちょっと奥まで一旦持っていったところからの入ってくるラインだったらどうなるのかなとかっていう風にやっていくと、まだまだその余裕ができたところで探っていけるものっていうのはいっぱいあるのかなと。次にっていくよりはしっかり余裕ができた状態でもっと幅を広げていってあげて、で次の課題のところを探していくっていうペースでもいいかなっていう感じがします。とりあえずそこをまず。でも難しいですよね。結局私の中でまだなんかいろいろ見るんですけど、外側行くとこっちに行く、内側行ったらどっちから結局そのゼブラあたりでこう止めとってポーンっていきたいんですけど、そこまでですね。なんか言うならここからですね。この辺ぐらいからどのラインに入ってくるかでも変わるでしょ。どこで右左どこで左ここで言うなら右側にの後ろぐらいに乗っけとって、ここでピューンとこの辺に持っていきたいんですけど、そこまでですよ。僕はそう見えるんですよ。僕が全然見えないというか。っていうことはインフィールドでさっきやりよったインフィールドでちょっとラインを変えてみたり、ガードレールの今真ん中ぐらい、ちょうど真ん中ぐらいに一番寄せたところからクリップめがけてっていうようなラインじゃないですか、ではなくガードレールの途切れてるところまで車を持っていったところから立ち上がってくるにはどうしたらいいかなと。奥まで行くという。奥まで行って奥から立ち上がってくるラインの時にはどういう流れで持ってきたらいいのかなっていうのを考えて動かす、で引き出しがそこでまた増えるんで、その感覚が結局今どうしたらいいのかなって悩んでるポイントにも同じことが当てはまるかなと思うので、でもこっちはまだイメージがないから余裕がないじゃないですか。全然イメージがない、なので余裕ができたのでちょっとこっちインフィールドだったらできたので、この余裕ができたところでラインを変えてみたり車速を変えてみたりっていうのをやってみると、余裕があるからなんか感じれるものは感じやすいのかなと思います。車が後ろから来た車がクリップにグッと入ってきた、そしたらいつものラインでいけないじゃないですか、大回りになりますよね、大回りになった時に、でも大回りでいくと後ろの車がイン側にクリップに入ってきたら、大回りってしてきたら、立ち上がる時に邪魔になるわけですよ、そう考えると後ろの車がクリップに入ってきた、一回外に逃げた、でもクリップから斜めに加速しながら立ち上がってこないと後ろの車が立ち上がれないっていうのを想定して、コーナーをちょっと今度いろいろ試してみる。内側に入ってきた、逃げてそこからイン側に入っていく、もう今も後ろの車に追い越されましたねっていうのを想定して、コーナーだけをいろいろ考えてやってみると、奥までっていうのがなんか全然分からなくて難しいです飛んでいきそうなそうですね、でもそれが結局余裕がない場所で、例えばコース1周なんて余裕がまだないわけじゃないですか、その中で確認って言ってもなかなか難しいのかなと思うので、余裕ができたところがあるんだったら、その余裕ができたところで違うことをやってみるっていうのをやった方が近道な気がしますね。
まで行ったら奥でしっかりこっちに向けないと車をこっちに向けないと斜めに立ち上がってこれないですよね。なるほしっかり奥まで行って向きをしっかり変えて、そこから斜めに V 字で立ち上がっていく。そう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 。ど。なんとなく想像しながらやる。でも今余裕がちょっとあるところの場所なので、はいはい、ちょっと考える余裕があるでしょう。自分でこう、そうそうそう、はい、もうちょっとしっかり向きを変えないと次のクリップがこの辺に来るからとかっていう感覚も分かるんで、ちょっと余裕があるから、もうこれでいろんなライン、はい、逆にアウトじゃなくて今度はイン側だったり、はい、逆に後ろの車、後ろを走ると想定したときに前の車が要はクリップに向かって、要はそのさっきの教科書通りのラインに行ったとしたときにぐーっと入っていったらもうイン側ないわけですよ、はい、ない状態で立ち上がってくるって言ったときにちゃんと立ち上がれるラインはどうなのか。だから今の自分の今の余裕があるラインですよね、はい、あのラインの後ろを走ったときにどのラインで走るか、逆に後ろ前の車がアウトに行った時にどのラインに入るかで、当然イン側にクリップにちっちゃく入れば入るほど立ち上がる時の R はちっちゃくなるので前の車よりも立ち上がりがきつくなるんですよ、はい、でそれを想定した時の立ち上がりを考えた持っていき方とかっていうのまで考えると、あの一つのコーナーでもいろんなことができないといけないんですよね。で実際それがしっかりそこまで余裕ができるような状態になれば、実際そこに誰かと走るってなった時に引き出しがいつでも開けれますよね、はい、だから誰かがいればそこで失敗したらガチャってなって、でそれを繰り返すよりは一人で誰かと走ってる時に、このラインで前の人が行ったとしたら自分はこう入っていってこの姿勢で立ち上がれば後ろ前の人が立ち上がるのについていけるなとか、余裕がある状態だったら多分そういうのも考えれると思うんですよね。余裕がないところでは多分考えれないと思うんですよ。コース一周走ってたらちょっとこれクリップからこのままいったら外れるっていうのを修正するだけが一生懸命だったりとか、なので広くなればコーナーの R がいろんな数が増えれば増えるほどイメージするのが難しくなって余裕がなくなってくるので、余裕がある状態でしてみたらいいのかな。そうです。たまに家では思うんですけど、ここに来るとその練習を忘れてしまう。でも家で考えるともちろんできない。でもここに来るとやっぱりもう一人だけの練習になってしまう。だから自動車学校で教えてもらうやつだけではやっぱうまくいかないですよね。無難にはいきますけどね、はい、ただやっぱり引き出しがない分それしかできないっていうよりはいろんな状況に対応できるっていうことができないとドリフトで追走とかできないので。いいね。なんかちょっといいんじゃないですか。ちょっと迷ったですね。いい感じで向こう側が決まりましたもんね。車速が実写っぽくっていうのは常に忘れないようにしようかな。
これでいいですね。何か見えましたか？見ました。なんか分かった気がしますけども、ちょっと今頭の中整理しないと、なんかよく分からんくはなってきてます。分かってきたけど、なんか分かったけど